こんにちは、オートウエストエンドです。さあ、今回はこの BMW X5 の修理・メンテナンスのために最近買いましたツール、そしてパーツの紹介をしていきたいと思います。ご自分で車の整備をしたいと思っていらっしゃる方の参考になれば嬉しいです。はい、というわけでこの4点を購入しました。なんかね、ナンバープレートが映っていますが、これも一応購入したものの一つです。はい、それではじゃあもう早速いきましょうか。ナンバープレートからご紹介していきたいと思います。このチャンネルでカナダのバンクーバーと書いてあるナンバープレートを僕の X5 に取り付けて撮影をしているんですが、味のあるナンバープレートに惹かれまして、質屋さんで見つけました。ドルマークの横に1がちょっと隠れて18ドルとなっていますが、8ドルと思ってレジに持っていきました。そこで18ドルと言われたので、これ8ドルじゃないんですかと言ったら、じゃあよみたいな感じで、はい、軽いノリで8ドルで購入しました。すごい味のあるというか、この C と書かれている上に謎の穴も開いていますが、これは76年ということでしょうかね。この英語で書いてある文字はサッシュカッチュアンと言いまして、カナダの割と東寄りにある州ですね。そこのナンバープレートになります。もう本当にこの錆具合、このパターンを何かの素材として使えそうなぐらい、ね、いい味を出しておりますが、はい、こんな感じで X5 に取り付けてみました。これで走ったらおまわりさんに怒られると思いますが、撮影用ということでね、たまに使っていきたいなと思います。はい、この趣味に関することは一旦置いておきまして、はい、実際に工具として、そしてパーツとして購入したものを紹介していきたいと思います。はい、ではこれにしましょう。こちらはブレーキ周りのルーブリカント、潤滑剤、グリスですかね。で、このブランドはここカナダでは一番メジャーだと思います。Amazon カナダでもよく見かけるブランドで、パーマテックスというものです。この中の材料としてはセラミック系の細かい粒子が入った潤滑剤、グリスになります。このセラミックの代わりに銅が入っているものなどもありますが、セラミックの方が長持ちするといった定評があるので、こちらを選んだわけですが、ちなみにこのブレーキ周り専用と、この商品は謳っています。ということで、キャリパーのピストンだったり、ガイドピンは 3M のシリコングリスが一番有名どころだと思います。そしてブレーキパッドとキャリパーの触れ合う部分ですね。そこは 3M の固着防止剤、銅が入っているものですね。それを使おうかなと、その2種類を買おうかなと思っていたんですが、それを探している時にこの商品が両方に使えると、ガイドピンもそしてブレーキパッドの裏側にも使えるということでしたので、じゃあこれを買ってみようということで今回購入しました。ゴム製品にはやっぱりシリコンがいいのかなというのもありますが、もうブレンボのキャリパーでもないですし、一旦これで試して様子を見てみようという感じです。また次回このグリスを塗った動画を上げていきたいと思います。ぜひお楽しみにしていてください。ちなみにこの日なんですが、カリフォルニアの方の山火事の影響でもう空が煙だらけで、実はここはカナダのバンクーバーで何千キロも離れてるんですけどもね、やっぱりその影響で太陽を見ていただくと分かると思いますが、もう霧がかったように、これ全体がもう煙なんですよね。で、ちょっと外で息しても
ちょっとね焦げ臭いというか、そういった感じになります。仕事で外に出るしかなかったんですが、肺とかにもね良くないと思うので、ここ 2,3 日はね外でのこの修理作業っていうのは一旦ストップでちょっとこれが雨が降ったり風向きが変わるなどしてちょっとねそれまで待つしかないのかなという感じです。はい、ということで話を戻しまして、こんな感じでブレーキ周りの潤滑剤、中にブラシが入っています。3M のシリコングリスと同じような構造ですね。はい、なのでもう直接このまま塗り付けられるという構造になっています。ちなみに匂いを嗅いでみましたら、何でしょう、ペンキの匂い、そういった感じの匂いがねしました。そこまできついという感じではありませんでした。ちょっとねこの紫色というのが独特ですが、これをねまた使っていきたいと思います。はい、ということで次の商品を見ていきましょう。こちらは工具ではなくパーツですね。アリエクスプレスでだいたい2、300円とかでしょうか。50ピース入ったリベットを購入しました。結構 BMW の内装はこの大きさのリベットがあらゆる箇所に使われていまして、そしてやっぱり樹脂でできているので、このパネルを外したりですとか、そういった時にすぐね壊れてしまうんですよね。で、僕のこの X5 ももういろんなところ、多分 4,5 箇所 4,5 個もうこのリベットが壊れているので、もう全部ね気づいたところから直していこうというところで、これを購入して新しいリベットに付け替えていきたいと思います。この商品の詳細は一応概要欄に貼っておきますが、このパーツナンバーでしょうかね、製造ナンバーはこんな感じでございました。そしてアリエクスプレスにしては割と早く1ヶ月ぐらいでここに届いたという感じです。はい、そしてここですね、ここのリアゲートを上げたところのリベットが一つもう折れてなくなってしまっていますので、ちょっとね若干浮いた感じになっています。そして同じくここの部分、ここは割とかっちりはまっていますが、確かリベットがねちょっと斜め曲がっていたような記憶があります。そしてここの後部座席のドアパネル、以前このドアポケットにありました灰皿、小物入れのようなパーツを取り除いてドリンクホルダーのスペースを確保したんですが、その時にこのパネルを剥がしてみましたらリベットがありませんでしたので、それも今度つけていきたいと思います。はい、そしてもう映像は先に進んでいますが、こちらエクステンションのソケットのねセットを購入しました。全部で9つ入っていまして、以前このカナダのオートバックス的なカー用品店で購入した際の動画を上げましたが、やっとね今回開封します。だいたい1000円ぐらいでしょうか。1000円もしなかったかもしれません。めちゃくちゃ割引をしていまして、でエクステンション僕持っていなかったので今回これを購入しました。工具といっても修理をしなければいけないパーツに合わせて徐々にね買い足しているような感じで、こちらにバンクーバーに来てまだ3年ほどなので、工具自体がねまだ手元に完璧に揃っておりません。ということでやっと念願のエクステンション、そしてとても安く買えましたので、これで1000円ってすごいですよね。はい、なのでいい買い物できたなという感じです。そしてそれぞれエクステンションは3種類ずつ、3ピースずつ異なる差し込み角ですね。左から4分の1インチ、8分の3インチ、そして2分の1インチと、そのサイズがあります。それぞれに大中小の長さがあるんですが、またそれぞれで長さを比べてみました。長いもの同士、中くらいの長さもの同士、なんかね
ちゃんと合うものもあれば長さが微妙に違うものもありました。はい。ということで実際にエクステンションをつけてどのように変わるのかというのをお見せしたいと思います。普段使っている僕のこの黒いラチェットハンドル、それは差し込み口が8分の3インチですね。ですのでアダプターをつけまして、今このソケットが 17mm のソケットなんですが、それが2分の1インチの差し込み角です。ですのでそのアダプターを噛み込ませて変換してという感じで、こんな感じで使っております。 17mm は BMW X5 のタイヤのボルトの大きさです。でこんな感じでエクステンションをはめ込みますと、これだけね長さを稼ぐことができますので、ホイールに直接当たらない、傷をつけることがね、そのリスクが少ないといったメリットがあります。もっと長いのもあるのでね、こんな感じでめちゃくちゃ長くなりますが、はい、このくらいもあればね、ちょっと実際にやってみます。こんな感じで、これだと余裕を持って、はい、そのハンドル自体がねリムに当たったりもしないので便利かなと。実際僕はホイールナット専用のその周りがプラスチック樹脂で保護されたコーティングされたものを使っているので、こういった状況で使ったりはしないんですけどもね、はい、こんな感じでということです。はい、このようにエクステンションを使わないと、せっかく合うソケットがあるのにリムにねハンドルが当たったりしてしまって傷つけたり回すこともできなかったりということがあります。そういう時にこういったエクステンションが便利と。そしてこのタイヤだけではなく、こういうエンジン周りのその奥の方にボルトがある場合、こういうエクステンションがあると届かないボルトも届かせることができると。そういったメリットがあるので欲しかったツールです。はい、そしてここにウォブルと書いています。ぐらぐら揺れるという意味なんですが、このレビューを見てみますと、これ揺れる、ちょっとねあえてガタつきがあると書いてありました。ユニバーサルジョイントのような役割、少しその直接的に、ね、ボルトに差し込まなくてもちょっと曲がってくれる、そのおかげでちょっとね入り組んだところでも回すことができるそうです。でどういうふうにこの作用するのかが分からなかったので、今そのつなげてやっていますが、確かにこのくらい、厳密に言うと15度だそうです。このくらい動きます。ちょっとねこのナンバープレートの上でやってみたいと思いますが、ちょうどこの文字、数字の上から下までこの動くような感じになります。はい、結構便利そうですよね。ただこのどういう構造なのかと思ってこう近くで見てみますと、差し込み角のところに少し傾斜がついているような構造になっていました。ただレビューを見てみますと、逆にグラグラしすぎてやりにくいと、普通に回したい時にであったので、それもそうだなと思って、でこのソケットを挿した状態で、でもこれグラグラ逆にしないんですよね。よく見てみますと、接続部分の出っ張っている部分と穴の部分、そこを通り越えて奥まで差し込むと固定されて、そしていわゆるその凸凹が重なる位置にまでちょっと戻すとグラグラしますというか、ユニバーサルジョイントのような役割を果たしてくれると。これ賢いですよね。こっちでねつなげてやってみます。普通の位置までやるとグラグラあえてさせて、で奥までグッと入れ込むとまっすぐ普通のエクステンションとして使えると。いやこれよく考えたなと思います。このエクステンションだけでまた動画1個作れそうですよね。また今後詳しく解説紹介していきたいと思います。これでも本当にねよくできてるなと思います。はい、これで奥までグッと差し込むともうまっすぐガタつきなしという状態になります。ということで
今回は最近購入しましたパーツ、そして工具の紹介をさせていただきました。これで BMW X5 の整備修理がさらに快適になると期待を込めまして、この動画を終わりにしたいと思います。工具を買おうと思っていらっしゃる方の参考になれば嬉しいです。ぜひいいねボタンと登録ボタンをお願いいたします。それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。